はい、皆さんこんにちは。最近すごい風が強くって、東京なんですけど、多分東京だけじゃないと思うんですけど、最近すごい風が強くてですね、特に私の家の周りって高いビルが多いんですね。で、その中でうちは一軒家なんですよ。だから昔からずっと風が強いんですね。この家の周りっていうのは。引っ越したっていう話をね、してたんですけど、この家はもともとおじいちゃんの家をリフォームして今住んでます。なので小さい時からここにはしょっちゅう来ていたんだけど、いっつも風が強くって、でもなんか小さい時は、その風強いのがすごい楽しかったんですよね。だから全然嫌じゃなかったんだけど、今、やっぱりもう外出ると風がすごすぎるし、あと、何より、私こういう録音とか、あと撮影っていうのをよく家でやってるんですけど、風の音は、入らないんですけど、その、家の周りにあるシャッターの音とか、あとなんか、たまに多分飛んでくるんですよ。何かカゴみたいなものがですね。そういう音がですね、ずっとしてて、で、そう、うち一軒家なんで、多分、マンションとかだったらこんな音しないんですけど、高層マンションに囲まれてる一軒家みたいな感じなんで、本当にね、昔から風がもうすごくって、で、引っ越してきて、やっぱその風の音のストレスが結構ありますね。別に寝る時とかは全然問題ないんですけど、この撮影してる時ですね。で、マイクをですね、私はマイクちゃんとスタンドマイクもあるし、胸につけるマイクもあるのに、ちょっとね、つけるのがめんどくさいんですよね。ほぼ毎日そういう録音とかそういうのがあるので、なんかね、編集ソフトでノイズキャンセルもできるし、でもやっぱり急になる大きな音っていうのが消せないんですよね。あと一軒家だから、その家の前通るバイクの音とか車の音っていうのもたまに入っちゃいますよね。っていう感じで、今は別の部屋、私の普段の仕事をしてる部屋がもうすぐ横にシャッターがあるんですよ。その部屋の外側にですね。だから音が結構鳴っちゃうんで、中側の部屋に来て、ここはね、静かなんだけど、でも強い風が吹くとね、うるさくて。もうでもこれはしょうがないですよね。なんかできれば防音の部屋が欲しいなとか思ってるけど、それはいつかね、作れたらいいなとは思います。はい。今日は再現性のある収入の上げ方について話していこうかなと思います。再現性のあるっていうのは、私が実際こうしてきて結果を出したっていうやり方で、こういうね、収入の上げ方とか稼ぐ方法っていうのはいろんな本とか、あと発信されてるのはあると思うんだけど、やっぱりその人の状況とかステータスとか、あとは家族の状況とかね、家計とか、そういうのによって稼ぎ方とか変わってくると思うんですよね。だから、もともとスペックが良くても経歴もあってとか、そういう、あと学歴もあってとかね、そういう人に対する稼ぎ方と、私のような凡人の中の凡人で、確かに秀でたスキルはあるんですけど、でもそれ以外がポンコツなんですよね。そういう人でもですね、あと私みたいに人脈がない、人と話す、人に会いに行くのが好きではないっていう
人でもですね、実際にできる方法っていうのをちょっと今回アウトプットしてみようかなと思います。本当に再現性あると思います。このやり方でいけば、それぞれ皆さんもしね、収入の目標があるんであれば、そこに近づけるんじゃないかなというので、初めに言っとくと、月80万ぐらいですかね。せいぜい。で、ですね、一般の人、何の人脈もなかったり、親が例えば経営者とか、親がすごい人とかね、そういうのじゃなかったり、ほんと凡人の人がですね、年収2000万以上稼ぐのって、ほぼほぼ難しいんですね。なので、年収1000万はもちろんすごいですよね。で、まずはその自分がね、どれぐらいを稼げるかっていうね、いきなりその年収何億とか、無理っていうのは良くないかもしれないんだけど、無理って言っちゃったら無理なんで、もちろん高い目標を立てるっていうのは大事なんだけど、普通に現実は見た方がいいですね。あと、もともともしお給料が低いのに年収何億になったらどうなるかっていうのをね、絶対幸せではないと思います。そこをまず現実的に考える。私はやっぱりまず現実的に考えたところから目標を立ててましたね。だから、年収っていうよりかは月いくらっていうふうに考えるといいのかな。これは会社員でも会社員じゃなくてもそうだと思います。で、会社員の人はなかなかお給料をですね、上げていくのが難しい。安定はしているけど。だから、希望のお給料があるんであれば、希望の収入額があるんであれば、転職するか副業するかっていうのを、まず決めていく必要がありますよね。で、私みたいに独立しているフリーの人っていうのは、目標金額を決めたら、どういう仕事をで1日どれぐらい働いてっていうのを決めていく必要があって、そこがまず分かんない人、見えてない人っていうのは、まず難しいんですね。そこが分かんない人っていうのは、でも一回行動をしてみたら分かるんですよ。もしくは、もう実際に、結果を出されてる人に聞いてみる。話を聞く。今は YouTube とかでもいろんな人発信してるから、そういうのを参考にするでもいいとは思うんだけど、何にも分かってない状態で月100万円稼ぎたいですっていう人、ね、現実をまずは見た方がいいかなとは思います。で、そんな中でですね、収入を上げていく方法が、実際に私もこうやってきたんですけど、一つ目が自分の限界を超える、キャパを超えていくっていうことと、二つ目はお仕事を分散させる、複数のお仕事をやる。で、三つ目が、節税対策。四つ目が、融資や資金調達などお金を調達するっていうことを考えるかな。今本当に頭の中で考えて4つ挙げたんだけど、もしかしたら他にもあるかもしれないんで、どんどん言っていきますが、1つ目が自分の限界キャパを超えるっていうところで、これすごい大事だなと思います。これを超えていくとお給料が上がっていくんですよね。月10万円の仕事を毎月していたら10万稼げるけど10万以上は稼げないですよね。で、これって本当にフリーランスとかそうなんだけど、やっぱりまずは業務量をこなさないとお給料上がっていかないと思います。どんどんその実績積んで信頼も積んでいくと時間に比例せずにお給料は上がっていくんだけど、最初のうちはたくさん時間をかけるっていうことが大事だと思います。なので会社員と同じ
ような時間で働いていたら、会社員のお給料までだなと思います。だからそこが月40万、50万、それ以上超えたいんであれば、徹夜するとか、何かを犠牲にする必要はあります。ただ徹夜とかね、寝ないっていうのは体に悪いので、でもね、1日ぐらい寝なくても大丈夫だし、もちろん自分の心身、自分の健康も仕事なんで、そこは大事なんですけど、そのためにちゃんと食事もとって睡眠もとって体にいいものをとってとか運動もしてっていう、そこをね、でも課金をしてでも自分の健康を大切にしつつ、だからパフォーマンスを上げつつ業務量をこなすっていうのが大事なんだなと思いました。例えば私だったら、一番最初独立した時に、その時からね、お仕事はいくつかもうすでにあったんですけど、会社員の時から副業をしていたので。でも、これ多分あるあるだと思うんだけど、独立してすぐは、お給料は自分が計算した通りもらえるんだけど、やっぱり計画通りにはいかないんですよね。ってなるとお給料下がっちゃう。私も焦ったし、それで。じゃあどうしたかっていうと、お仕事をいただくチャンスがあったら、自分にはできるかなって思っても、やりますって言って引き受ける。で、引き受けたらもう絶対に結果を出すぞっていう気持ちで、結果を出すためには、やっぱり量ですよね。時間をかけるしかない。だから、もしかしたら時給で換算したら低くなってるかもしれないんだけど、最初はね、それやっぱ頑張ってもらって、そうすると気づいたらびっくりお給料が上がってるんですよ。そうすると、その業務量とか、その仕事のやり方って一回できちゃうと、壁を突破しちゃうと、もうそれできるんですよね、次から。やるまでは、いやいや絶対もう1日10時間以上働くなんて無理とか、だって家事もやらなきゃいけないし、家族もいるしとか、やっぱりやらなきゃいけないことってみんなあるんですよ。なんか自分は子供がいるからとか、自分は親の世話しなきゃいけないからとか、ちょっとね、仕事、会社員でもパートでもいいけど、遠くに通わなきゃいけないからとか、本当に暇な人はいないんで、私もそうだし、その中で、24時間ってね、みんな一生平等なんですけども、じゃあどうやって24時間の中で働く時間を増やすか。働く時間増やしてもダラダラやってたらしょうがないんで、そこのね、集中力の高め方とかさ、効率のいい時間の使い方っていろんな本とかがあるけど、そこは自分に合うやり方でいいと思うんだけど、私は、まずは仕事の時間を優先したいからそれ以外を捨てるってことですね。遊ぶ時間とか、寝る時間とか、ご飯食べながら仕事する時もあるし、でもね、友達とは遊びたいし、お仕事仲間ともね、一緒に仕事したいから、そこは遊ぶ時は遊ぶけどね。だから土日イコール休むっていう考えだとちょっと厳しいかなとは思います。たくさんね、収入を月50万にするとか、まず土日も仕事。でも、土日もし休みたいんであれば、用事を入れたい、どっか行きたいっていうのがあるんであれば、じゃあその分の仕事の時間を平日に持っていくとか、それはもちろんちゃんと予定立てる必要があって。で、メリハリっていうのもね、大事なんですけど、特に会社員なんかはね、メリハリつけやすいですよね。会社にいる時だけ仕事して、それ以外はもうオフっていう。フリーランスになるとそれがなかなかできないっていう。でも、そんなことで悩んでる場合ではないかなとは思います。別にメリハリついててもついてなくてもどっちでもいいんで、それぐらい常に仕事のことを考える。で、その中ででも、私はでも仕事が好きだからね、別にずっと仕事のこと考えてても苦じゃないし、なんなら仕事をやりたい。仕事やらないとストレスになっちゃうっていう。そもそもこういう仕事じゃないと厳しいですよね、続けていくのって。だからやっぱりまずはそういうね、自分が楽しいと思える仕事に出会うっていうのが、それが続けていくポイントかなとは思います。そうするとやっぱり辛くないしね、寝る時間削っても。
友達と遊ぶ時間削っても、いろんなことやってみて、クリエイティブな仕事とか、あとは営業とか、いろんなフリーでもね、いろんなことみんなやってるんで、そういうのが大事かなとは思います。そう、だから、限界を突破するっていうことですね。限界を突破せずに仕事してもいいんだけど、収入の目標があるんであれば、一回その目標に届くぐらい全力で頑張ってみる。そうすると本当に視界が開けて変わります。で、二つ目がお仕事を分散させるですね。複数のお仕事をやるっていうことなんですけど、中には一つのお仕事である程度お金を稼いでるっていう人もいると思います。でも会社員ならそれで安定してるからいいんですけど、本当にフリーランスとか業務委託、個人事業主っていうのは安定してないなっていうのをもうつくづくずっと感じてます。ありがたいことにお給料が私はさっき言った限界を突破してからですね、お給料下がってないんですけど、でも本当にお仕事はすごい変わってます。一つの仕事が終わって、でもそしたらまた新しいお仕事が入ってっていう風になってるので、こうなってるんだけど、もし新しいお仕事が入らなくなったら、もう落ちていくだけですね。そういうのも含めて、あとはやっぱり、これもメンタルとか気持ち的にも複数あった方がいいかなと思うのが、私はそうなんですけど、一つのことをずっとやってると嫌になっちゃうんですね。でも、これに疲れたらじゃあこっちの仕事しようとか、そういうふうにできるのが私はここまで楽しく続けてこられてるからだろうなと思います。なので、例えば複数の仕事ってじゃあ何ってなると、クライアントワークと、あとは自分のコンテンツとか、もしくは、本当アルバイトとか、そういうのでもいいと思うんですよ。私はそういうアルバイトとか接客サービス業はしたくないのでやらないんだけど、結構周りのフリーランスの人とか、いろいろやってます。だから自由にね、場所とか時間問わず働けるこのクライアントワークとか SNS のお仕事っていうのもいいし、でもずっとやってるとそれも疲れちゃうから、だから、自分の商品を持つ、サービスを持つって難しいことなんだけどね。私もそれが確立して安定してるかって言ったらそうではないし、どっちかっていうとクライアントワークの方がですね、私は収入面では大きくなっているので、だからちょっと怖さもあるよね。クライアントワークがもしなくなったら、今、業務委託いただいてる会社がありますけど、そこがもしなくなったらとかね。そうなったら、じゃあ自分のサービスっていうのにもっと時間をかけて注力していけばいいだけなんで、だからそんなに怖いなとは思わないけど、そうやっぱり不安をなくすためにも複数持っておくっていうのがいいかなと思います。だから、お仕事をもらう先もね、一つじゃなくて他のところも探してみるとか、それもキャパを超えるに入ると思います。今目の前の仕事で忙しいけど、それでも別のお仕事を探すっていうね、時間を作る。もう、疲れた限界と思ってもそこをやるっていうと開けるので、ね、そこもね、ただ闇雲にがむしゃらにやってもしょうがないんだけど、これはどういう背景があってやるのか。すべての仕事そうです。背景とかやる意味っていうのを考えながらやる必要がありますね。で、3つ目が節税で、4つ目が資金調達。両方ともお金関連なのでまとめて話そうかなとは思うんだけど、ただこの2つに関してはある程度もう安定した収入ができてからですね。節税っていうのは払う税金を少なくするっていうことで、本当にね、個人になるとですね、税金の高さっていうのがすごく身に染みます。会社員でももちろんお給料高ければたくさん払うんだけど、
やっぱりね、でも個人だと節税しやすいんですよ。で、今回、私もそうだけど、多分ね、みんなね、節税とかお給料上がってる人って節税対策をするんだけど、どうやってやるかっていうと、多分、自分でやるのは大変だと思うんで、ある程度稼いでる人は、税理士さんに頼むのがいいと思います。そこはもうね、調べて自分でやるっていう労力がもったいないので、プロの方に任せた方がいいですね。だから、経費にできるものは経費にする。結構ね、実はいろんなものが経費にできるので、ネットで調べれば出てくるけどね。最後に、融資と資金調達なんですけど、これやっぱり私やってよかったなって思いました。本当に今、国とか、東京都とか、そういうところがですね、個人の創業とか、そういうのを応援しているので、その中で、私みたいにね、こういうレッスンとか SNS 系って初期費用かからないんですけど、それでもやっぱり人件費とか、いろいろかかるじゃないですか。広告宣伝費とか。そういう場合に、お金を借りるっていうことですね。で、借金みたいな感じなんだけど、借金と違って、その利子とかすごく低いんで、ちゃんと自分の実績とか、これからやりたいことっていうのをちゃんと提示するとですね、その審査に通るとお金が借りれます。で、毎月いくら払い、返済するっていう形で、それってやっぱりただ借りてるだけじゃんって思うかもしれないんだけど、やっぱり口座にお金がたくさんあるっていうのはすごく安心材料になるし、それで、人件費に投資したりとか、何かソフトウェアでもハードでもいいけど、そっちに投資ができたりするので、特にね、女性は本当にそういうのをリスクって思っちゃったりとか、良くないと思っちゃう人が多いんだけど、男性はね、やっぱりね、挑戦したりとか、やっぱ冒険心があるんだろうね。そういうのをね、使えるもんは使うみたいな。ただちょっとやりすぎて、危なくなっちゃう人がね、多くなるのも男性っていうのも事実なんだけど、そこはでも、ちゃんと審査してもらって借りてるんで、それはちゃんと自分の事業に使おうっていう風に、安心できるんで、ぜひね、調べたらたくさん出てくるから、一回調べてみるといいんじゃないかなと思います。別にお金は必要なくて、毎月のお給料が入ってればいいやっていう人もね、多いと思うんだけど、やっぱ月100万とか、それ以上とかなる人はですね、結局初期投資とか人件費を多くかけないと無理ですね。本当に個人で稼げるお金ってもう限界決まってますね。頑張って40万かなと思いました。本当他の人に何も手伝ってもらわずにね、一人でクライアントワークとか、あとは YouTube とかかなと私は思います。自分の経験もそうだし、周りの人見ててもそう思います。それ以上生きたいってなったら、誰かと一緒にやる必要があります。誰かを雇うとかそこまで考えなくていいんだけど、やっぱり誰かとね、一緒に仕事をするっていうことはお金をちゃんと払わなきゃいけないので、そこが払えなくなるって最悪ですよね。ね、だからそういう人いっぱいいるかもしれないんだけど、絶対私はそれは嫌なので、自分の口座にお金がたくさんある状態にしておきたいっていうのがありますね。あとは、小規模企業共済っていうね、これ個人事業主からできるのかな。そういうところも、そこにお金を払ったお金は節税、経費としてできるし、で、また、それをですね、借りることもできるんですよね。自分が払った分のお金をですね、経費にしつつ借りれるっていう。そういうのもいろいろあるんでね。はい。じゃあ今日はね、これぐらいで、ちょっとまた今回も長めになっちゃったんですけど、終わりにしたいなと思います。はい。では最後まで聞いてくれてありがとうございました。バイバーイ。